3年後もお買えないですけど。皆さんこんにちは、ガタサキです。今日はですね、I'm in Korea ということで韓国にいます。ちょっとストーリーで皆さんのお悩みに答えながら、ちょっと私が韓国のカンナムを、練り歩きながらショッピングもしつつ、私の物欲も満たしつつ、皆さんの質問にも答えつつ、ちょっとはい寒い。Oh my god, I'm so cold. ちょっと待って、今日韓国何時じゃない、何度？昨日の夜雪が降ってて、オーマイガー、今マイナス2度でございます。マイナス2度でもこんな感じで、皆さんに心配されそうな薄着なんですけど、結構私は寒さに強いので、はい。ちょっと一旦、朝から何も食べてなくって、メガコーヒーでメガっていいですか？オリアンとか、無審査とか、いろいろ行きたいので、よろしくお願いします。寒い。アメリカの、Yes. 추가하신 상품을 선택해주세요. Nothing. 今メガコーヒーでいつものエッグサラダ、エッグサンドともちろんアメリカのいつもアイスなんですけど、ちょっと今日はホットで My breakfast。やばい。本当はこれお持ち帰りのカップで中で飲んだらダメなのに間違っちゃった。Oh my god。OK、皆さん、今目がありまして、ちょっと今からカンナムの一番大きいストリート、メインストリートまで歩いていくついでに、ちょっと皆さんの質問さっき募集したのマジで本当にありがとう。みんなめちゃくちゃ本当にめちゃくちゃ相談っていうかお悩みというか来てて嬉しいです。Let's go ということで、ちょっと一番下からまだ一個見てないの。 OK。 フレネミ人の対応仕方教えてほしい。フレネミって何？チャット GPT。 フレネミって何？フレネミーはスラングで、友達のふりをしてるけど実はあまり好意的じゃない人とか、友達の周りライバルでもある人。OK。複雑な。友達じゃないってことですよね。友達のふりだけど自分のことをなんか敵対視してるみたいな。オーマイガー。昔結構あったんだけど、なんか自分に嫉妬してなんかその人がやつれちゃうみたいなことがあったんですけど、なんか私はそれで相手のこの気をめちゃくちゃ使っちゃって、私まで落ちていったみたいな、私までなんか目立たないようにしないといけないのかなみたいな感じになっちゃったタイプで、でもその時に学んだのが、やっぱ自分が持ってるものを持ってて努力して頑張ってるからこそ、やっぱそうなりたいんだと思う。周りの人もね、あなたになりたいんだと思う。だからこそ自信持って人を気にしなくていいと思う。ちょっと待って、寒い。今日何これ。ウェイ、タクシー乗りたい。タクシータクシー来ないかな。ビンチャー I'm waiting for you ビンチャー。私も結構ね、なんか嫉妬されてなんか離れちゃった子とか友達とかいるんだけど、もうね、それはそれなの。やっぱみんな自分と比べるんじゃなくて他人と比べちゃうから、こうなんか友達がすごく成功してたりとかわかんないけど、なんか自分の持ってないもの持ってたらいいなって思っちゃうじゃん。なんかそれに流されないで。手がえぐい。ちょっと待って。今まででこれレベチに寒いわ。このちょっと耳が歩いてるだけでもぎ取れそうな感じ。結構私は寒さに強いのでレベチです。皆さんちょっと寒すぎて作戦変更ということで歩きながら質問に答えてショッピングのとこまで行こうと思ったんですけど、タクシーで行きます後でなのでちょっとすいません。カフェラテ注文しました。ホットでもちろん。
ということで、さっきのフレミニ人には気をつけてください。あなたが輝いてるから、みんな誰かをずり落としてでも自分がね、こう上に行きたいって思うんですよ。そんなのね、気にしてたらダメなの。あなたはあなたで。はい。もう友達じゃないと思う、そういう人って。Yes、取ってきます。ミステイク。皆さん間違えてしまいました。カフェラテを2個頼んでしまいましたので、これを飲み切るまで帰れませんということでやっていきたいと思います。取り消しできますよって言われたんだけど、もういいですって言ったら、もう2個飲んでくださいって言われたので飲みます。ちょっと今上着を脱げる開放感を味わっとこう。外絶対無理これ。次、海外行きたいけどお金問題とか目的がないから勇気が出ません。さきちゃんの海外の良さはっていうことなんですけど、私もカナダにね留学行く前、留学じゃないんだけど私の場合は海外が何かみたいなのは正直分からなくて行ったんですね。もうチケット取ってただ行くみたいな感じで行ったんですけど、みんな就職とかだから海外に住む。なんか海外に限らず何でもそうだけど、正解コレクトアンサーは自分で見つけるものだと思ってて、何か始まる前に答えが見えてるものって絶対ないのだし、それって面白くないじゃん。だから、お金がないのはとりあえずなんかバイトとか仕事とか頑張って航空券取って最低限あっちで生活できる費用、旅行でも留学でもそうだけど、自分に心が余裕ある分、余裕なくてもあっちで稼げるっしょみたいな感じで留学は行ったらいいと思うし、最低限ご飯食べていけてぐらいのお金があればいいと思います。私は今もね、私ね本当にお金ないの。25歳になってお金ないとか言ってる自分、多分22歳の私が想像したら病むと思う。3年後もお金ないのみたいな使いすぎなんだけど、そう私のいいところは悪いところでもあるんだけど、今しか考えてないっていうところで、だからいつもつまずいて生きてるんですね。こうやばいみたいな感じで。なのでちょっと私のこの無計画性というか突発性というか、これを皆さんに分けたいと思います。パワー。次、オーマイガー。ちょっと濁して言いますね。行為中に相手が私で、フィニッシュできなくて情けない私がということなんですけど、 Girl, that's not your problem, girl. That's his problem. Okay? 自分を責めないで皆さん。あなたのせいじゃない。あなたは魅力がある。次、これめちゃくちゃ多いんだけど、自分に自信がなさすぎる。本当はもっと堂々と生きたい、強くなりたいということなんですけど、わかんの。私は今正直自信がある方なんですね。堂々と生きれてるって自分で思えるんだけど、昔はそうじゃなくって、でなんか自信ってどこから湧いてくるんだろうって思った時に、正直外見とかじゃないと思うの。私はなんか今まで自分がやってきたこととか、ちょっとなんか努力して達成できたこととか、そういうのの積み重ね、あとはやっぱ昔からのその家庭環境とか教育だと思うの。なんかやっぱりさ、親からあなたは本当に素晴らしい、あなたは堂々と生きてて本当に可愛くて何でもできて堂々と生きていいんだよって言われたらさ、そうやって生きれるようになるじゃん。でも私はそうじゃなかったので、どっちかっていうとなんかずっと自分に自信のないままどうしようみたいな感じでずっと生きてきたタイプで、だからこそ自分がちょっともがいてやってきたことにちょっとずつ達成して自信を持てるようになったって感じだから、今ももちろん自信なくなる時もあるし、メンタルの状況ではーってなる時もあれば、自分しか勝たんみたいな時もあるんですね。みんなどういう時に落ち込んでみたいなのを自己分析してみたらいいと思う。どういった時に自分は自信がなくってみたいなのを、なんか今チャット GPT とかいろいろあるやん。そういうので自分を自己分析して、私ってこうやってる時は輝けるんだみたいなのを探せばいいと思います。応援してます。やっぱ寒い。これも多かった質問。彼氏依存、男依存から抜け出したいっていうことなんですけど、 Girls、 男って自分のことしか見てないんです、正直なの。プラスアルファで恋愛っていう脳なんですね。
本能的にやっぱこう自分でお金を稼いで家族を守るっていう生き物じゃないですか、人間の男って。まあ動物によって違うと思うけど、まあそういう話は置いといて、もうみんな自分のことしか見てない、みんな自己中なの。だからあなたも自己中に生きな。だから彼氏に頼ってたり、お金とか金銭面とか頼るともちろん依存になっちゃう。その人がいなかったら自分は何もできないとかなっちゃう、そういう状況になっちゃうと思うので、もう自分を磨く、自分を強くするしかないと思ってます。これは男に流されないで。次メンタルの病気ですごく太ってしまい、症状により痩せられず、周りの目が怖くて外に出るのも躊躇します。Oh my god。何の病気かわかんないんですけど、でもやっぱりこれ多分みんな思ってんの、自分自身多分 100% 完璧に生まれて、今の自分 100% 見た目がやばい完璧みたいな人って正直いないと思うのね。このキラキラ SNS 時代でみんなこう完璧なものしか載せないからこそ、それと比べて自分も病んじゃうこととかあるんだけど、外に出てあの人やばい、なんか見た目えぐいみたいな人ってあんまいなくない？自分が他人に思うことって。でもやっぱ自分のことって自分が一番気にしちゃうんだよね。でもそれってめちゃくちゃなんか伸びしろだと思うし、ポジティブに捉えていいと思ってて、だからこそ私はもっと他の方法で強くなれるとか、もっと見た目をこうしたいとか出てくると思うし、あとはやっぱり他人と比べない。あと他人はもう誰も自分のこと見てないって思えば大丈夫。こうやって言っても、でもさきちゃん思っちゃうよって思うと思うんだけど、正直私も YouTube でこういう質問コーナーとか見ても、でも正直思っちゃうよみたいな感じで思っちゃうと思うんだけどね。どうしようか。一旦外出てみよう。見られてると思って外出て、じゃあ見られてないから他人見てる暇ないよね。だよね。次へ。あとね、日本にいてとっても思うのは、体型のことみんな気にしすぎ。結構質問でくる。身長体重どんぐらいですかって。どうでもよくない？なんでみんなそんな体重気にするの？私体重計乗ってないし、ここ多分2年間ぐらい太ってても痩せてても、ただ見た目、その自分が満足するように頑張ってこう。完璧になって自分の人生に満足したら人生って面白くないの。なんかやっぱ人間って他の動物と違って理性があるからこそこういう悩みとかあると思うの。だって私の猫ちゃんなんて最近めちゃくちゃ太ってきてるんだけど、多分全然そんなことを本人気にしてないじゃん。そんな感じでみんな生きればいいと思う。理性ちょっと捨てよう。まあルッキズムめっちゃ来てる。やばい。でも大丈夫、気にしなくていい。ここまず空いてる人今日いないから。このマイナス何度か分かんないけどいないから、気にしてない。次。なんで男って LINE の返信遅いの？クソイラつく。お前見てないの携帯って感じ。 Girl don't give a fuck。OK、 男を待つっていう行為よりあなたを磨いてこう。 OK、 男は自分しか見てないからもう一回言うけど、男って自己中だから。 OK、 自己中に生きてこう。 OK、 LINE の返信どうでもいい。よろしくお願いします。 Oh my god。 4年付き合った彼氏に好きか分からないって言われました。さきちゃんならどうする？無理ですね。分かりますね。はぁ？じゃあ何のために付き合ってんのって感じ、こっちが。次。 Thank you next。 次。イライラすんな。これ好きか分からない。好きか分からないって女に言う男、まずこっちのなんていうの、自信とか自己肯定感とか全部下がるじゃん。なしですよ。Oh my god。本当の自分がわからない。本当の自分なんて探さなくていいの。私も彼氏といる時の自分、友達といる時の自分、家族といる時の自分、学校に行ってた時の自分全部違うし、なんか自分をちょっと見失ったみたいな時に一旦目を閉じて、今自分何したい？今自分何したら満足する？今自分何が欲してる？今自分は何がしたい？っていうのを10秒でもいいから一旦自分に問いてみる。これが私も結構不足してたことで、結構私も人に流されちゃうタイプだったから、決断とかするときにこれって他人のためにやってないのよね、自分のためだよねって思うようにしてます。自分を生きれてるなって時に初めて他人に何かしてあげれると思うから、一旦まずは自分ファーストで皆さんお願いします。本当に自分しかいないし、みんな自分しか見てないよ。だから他人のために生きるのはダメ。だからさっきのフレミニーさんも
自分を見てない。フレミニーさんも自分を見てないし、それに流されてるあなたも自分を見ないといけない。OK？ OK。ということで、ちょっと、ここのカフェで長く居座ったので、ちょっとショッピング行きます。で、移動中も答えたかったんですけど、ちょっと寒すぎるので、ちょっと、やれたらやります。お願いします。ちょっと移動開始。OK。今カフェを出てきて、また戦場にやってまいりました。もう寒すぎる。寒すぎて涙が出るぐらい寒いんですけど。ねえ、今、待って。床が凍ってる。床じゃない、地面が凍ってて、今日ヒール履いてきたの間違い。いきます。今高校生で友達と遊ぶのを将来の貯金のことを考えて躊躇して、やっぱ遊んどくべきですかね。絶対遊んでお願いだから絶対遊んでください。高校生って人生で3年しかないの。そう、3年しかないの。で、高校生の時に将来のお金のことは絶対に考えないでください。今25歳になった私も将来のお金のことなんて考えたことなんてありませんので、考えてますし不安になりますけど、絶対に遊んで。次、ちょっと待って、寒すぎる。お前が。皆さん、無審査に到着いたしました。マジで生き返った。寒すぎて。ごめんなさい、今日寒いしか言ってないのね。可愛い顔しとこう。今試着室に来たんですけど、めっちゃ可愛い2つのトップスをちょっと試着していきます。なんか可愛いんだけど、なんかちょっと違う気がする。このなんかお花ついてるニットのカーディガン。OK、ちょっと静かに答えていくんだけど、さきちゃんの彼氏は兵役が終わりましたか？私の彼氏はもうすぐ兵役で辛いですっていうお悩みをいただいたんですけど、私の彼氏はもう兵役終わっていて、だからなんかその韓国でよくあるカップルの兵役を待ったりとか、なんかそういうことをしたことがないので、兵役でどういう気持ち？2年間ぐらい会えないってことだよね。可愛いんだけど大きい気がする。サイズがちっちゃいのあったら買おうかな。で、さっきの質問に戻るんだけど、私だったらって今ちょっと考えてたんだけど、まあその2年会えない期間、今だったら連絡ができるのかどうかわかんないんですけど、彼氏は本当にスマホ禁止、音楽禁止みたいな感じで結構地獄の時間を過ごしたっていうことを言ってたんですね。だからその彼氏さんも多分兵役行ってる間もう会いたくてしょうがないと思うし、このあなたというオアシスにね早く会いたいと思うから、もうその気持ちを信じて、私ならその期間自分で何かできること、なんか彼氏にじゃなくて、なんかこう自分が成長できることをいろいろ頑張るかなと思うんだけど、ただ待つってさ辛いやん。だからなんか自分がこうレベルアップできるように頑張れるかな。私ならでも想像しただけで辛いです。頑張って。結局無審査で何も買えなくてっていうのもあんまりなんかときめくものがなくて、ザラに入ってですごい可愛いシャツをゲットしましたので、もうちょっと見たいのでオリアンとかに行こうかなと思うんですけど、まさかのもうね外が暗くなってて一日早い。本当に今チャールズ&キースに来てしまいまして、このヒールめっちゃ可愛い。やっぱ悩んでいる時は買い物だよねということで散財してしまいそうです。この丸い形も可愛いし、尖った形も可愛い。30% オフ。皆さんちょっとなんだかんだでオリアンに来ました。パックを見てるところなんですけど、何のパックがいいか全然わかんなくてどうしよう。なんか売れてるのでこれを買ってみたいと思います。外寒すぎてちょっとカンナムの駅の地下にあるトイレをいたしまして、で地下にあるオリアンに来ました。やっぱ地下しか勝たんということで、
なんかさ、美容液とかも欲しいし、最近こういうなんかちっちゃいニキビみたいなのがめっちゃできてきて、昔はここに、昔っていうか最近もだけど、大きいニキビ、赤いニキビ、ホルモンバランスかわかんないけど、いろいろできてたので、それが問題だったんですけど、もう新たな問題が次々に出てくる私の肌。人生もそうだけど They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 辛い。ということで、モチベーションの維持が大変。さきちゃんはどうやって維持してる？私もモチベーションがない時というか目標がない時すごく病んでしまって、そういう時に私は楽しみを作るんですね。私はなんか食べ物とかそういった楽しみはなんかモチベーションにならなくて、私的にはやっぱこういう韓国の旅行を入れたりとか、なんか海外に行くことが私は好きなので、頑張ってちょっとお金をセーブして、まあセーブできてないんだけどセーブして知らない土地に行くのがすごい好きなので、やっぱそういう時ってスマートフォンとかも全然触らないし、ずっと同じ環境にいるとなんか考えることって自分の未来の人生とか過去の失敗とかそういうことになっちゃうから、だから私は結構なんかちょっとハードル高いかもだけど海外旅行に行ったりとかしてますね。その代わりマジで本当にお金ないから、なんていうの、ずっと家でなんかちっちゃい楽しみを作ってる人の方が貯金はすごいと思うんですけど、もうねこの人生貯金いらないと思って、なんか貯金あって何すんのって感じだし、私的にはねなんか目標があればいいんですよ。なんか貯金でこれをしたいとかね。でも老後とか正直考えてられない。本当にもうこのご時世無理ですということではい、もう全部使ってます。お金を使う、これが私の楽しみ、モチベですね。はい。長くは持たない、はい、お疲れ様です。Oh my god, 2016. Everyone talking about 2016. So I should listen some. ただいま電話に出られThis is my favorite song.曲がもうサビが EDM みたいな感じが主流で、もうそれがたまらなく気持ちかったの。私がもう高校生の時だよね。もう中学3年生ぐらいからとりあえずもう洋楽にぶちハマって、もう小学校4年生ぐらいから K-POP にぶちハマって、本当に日本の曲を今でもカラオケ行っても歌えないぐらい本当に知らないの。K-POP もそうだけどもう全盛期なの。もう聴いてて気持ちいいまであるよね。ってことで皆さん帰ってきました帰ってきてご飯を食べて、ここは彼氏のお家なんですけど今泊まってて、帰ってきて気づいたらこのカラコンでかすぎて白目ないってことで撮っていい？ごめん。やっぱなんかさ、カラコンなんか選ぶのも下手くそだし、なんかわかんない自分に合うの。見てこのブラックな感じ。Yes。Oh my god、帰ってきました皆さん。で、TikTok を開いたらもう全部2016 Oh my god、My golden era。何も気にしなかったあの頃。SNS がなかったあの頃。SNS があってもストーリーとか誰の目も気にしてなかったあの頃。タイムマシーンに乗って今戻ってたんですけど、ちょっと待って、携帯やっぱ本当にいらないかも。携帯持っちゃダメって言われてたから、AirPods で、Wi-Fi のあるとこでしか音楽、なんていうの、LINE とかできなくて、で、みんなでマクドナルドとか行ってみんな AirPods 使ってたから、マクドの Wi-Fi 借りて、なんか LINE 返したりとか、好きな人と連絡したりとかしてたんですけど、この頃やばい、本当にやばい。
オーマイガー、今の時代、もう答え出た。今日の質問コーナーいろいろしたけど、見た目、ルッキズムでしょ。あと体重とかもそうでしょ。それもルッキズムでしょ。で、なんかみんな充実してて、私は何をしているかわかりません。これもインターネットの、オーマイガー。この10年前の2016、2016年を海外セレブもそうだし、もう、欲してるか、もうあの頃に戻りたいみたいな、あの頃やばかったくねみたいな話してるか分かった。結構田舎の学校だったから、それこそUS とかあんまり聞いてる人いなくて、私と同じ趣味の子を見つけて、でそれでずっともうあの頃はアメリカの LA に全員が憧れてる時代、もうヤシの木に全員が憧れてる時代、眉毛めっちゃ太くしてコンシーラーで眉毛をこう削って、今もその名残でそのちょっとなんていうの、眉毛をコンシーラーで消したりとか、まだ私のメイクに残ってるんだけど、 YouTuber でもあんまりそういう海外風のメイクアップとかしてる人がいなくて、唯一してたのがマリリンさんかなのメイクアップ。あの人だけが唯一日本でそのアメリカンメイクアップをしてたから、アジア人に合うメイクアップ私もしてて、なんかそういう LA バイブスのメイクアップね。韓国も私の好きなもの全部撮りしたかったから、その頃はなんかこの鶴橋に行って韓国のメイクアップとかも買いに行って、唇じゅんわりティント、わかる？みんなしてた？内側をこのティントで赤くするみたいな、そういうのが流行ってたりとか、あの頃キラキラしてたよねと思って、私たちに今必要なのはあのエナジーなの。ということで、今日買ったものちょっと紹介して終わろうと思う。なんかめっちゃごめんなさい、今いっぱい質問答えてて、で2016年のあの頃のなんか感情を思い出した途端に、もうみんなの全ての悩みを取り除く方法はスマートフォンを捨てるかも。スマートフォン捨てるこれかも。わかんない。これはなんか過去が美化されてるかもしれないし、私の記憶がそうなのかも、ちょっとみんなと記憶が違うかもしれないし、わかんないんだけど、なんかみんながもっとキラキラして前向いて生きてたよね。あの頃は本当に人目をみんな気にしなかったの。もう全部自分の好きなことするけど何みたいな、そういう時代だったの。戻らん？ということで、無審査に行っても私のなんか欲しい服がなくって、結局韓国に来てまでザラに行って、このトップスめっちゃ可愛いと思って、私のサイズもあったのでこれだけ買いました。僕はこれとなんかジーパンに赤いパンプスとかと合わせても可愛いなって思ったし、可愛いと思って買いました。絶対これ寒いよね。次あとさっきもお見せしたんだけど、このトナーパッド、これも買いました。でパックなんだけど、パックは私はもう本当にオリアンの中で一番安いパックを買うのね。なんかやっぱパックって毎日使いたいじゃん。で毎日潤わせたいけど、なんかそこまでお金かけてられない本当に。なので割引になってたこちらのマスク、これ1枚で950ウォン95円とかだったので、もう1枚100円切ってるやんと思ってこれを爆買いしたのと、あとこの15枚セットで1万2000ウォンだったので、これも1枚100円切ってるやんと思って1枚100円切ってるものを選びました。一番安いもの、はい、毎日使うものなので、はい。であと最近本当になんかこの手に年齢が出てきて嫌なのね。本当に嫌なので時を止めようということで、店員さんに匂いがなくって一番売れてるものを教えてくださいって言って、ハンドクリームこれ買いました。皆さんこちらがいいみたいなので、オーマイガー、なんか今の時代って生きにくいよねだからこそこんなみんながなんか2016年って言ってるんだろうなっていうのを改めてなんか歌聞いて、あの頃のなんていうの、自分の気持ちとか改めて思い出してキラキラしてた。今もキラキラできるんだけど、しようと思えばね。だけどなんかあの頃の内から出るキラキラみたいなのが今の時代欠けてるなみたいな、マジで思った。やばい。あ、めっちゃいいかもこのハンドクリーム。皆さん2016年は何の音楽聴いてました？もうちょっとシェアしたい。こんな感じで多分誰かがまとめてくれてるんだけど、このもう全部このジャケ写っていうの CD のこの写真がもう全部懐かしい。全部懐かしい。黄金時代だよね、 K-POP も。あの頃はプロデュース101が初めて出てIOI が出た時代なんですね。で今年 IOI 復活みたいな、それも熱いんだけど、GOT7
万端の、いやいや、この頃の万端マジでエグかった。このアルバムエグい。この大好き。天国行きそうもなんか。地上波では絶対になんかこの時はまだ K-POP があんまり流れてなくって、なんか BS とかでお母さんと M ネットが見れる時にめちゃくちゃなんか CS で無料放送のM ネットを見てたりとかしてたんですね。で、私この頃全く韓国語が分かんなかったから、エセ韓国語で、もうエセダンスで、私ダンスあんまり得意じゃないけど、もうずっとテレビの前で K-POP を踊るっていうのもやってたし、誰か語れる？ K-POP の歌は全部最後のフレーズだけ言えます。口パクでこんな感じで歌ってました。どうしる？とにかく2016年は暑いということです。すいません、興奮気味でごめんなさい。皆さんとテンションがちょっと合ってなくて離脱した方もいるかもしれませんということで、皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。私が皆さんの質問に答えたんですけど、他のお悩みとか質問も次またポッドキャストとかでいろいろ拾っていけたらなと思うので、答えられなかった人もちょっと次回拾うかもしれませんのでよろしくお願いします。超漏れてないライティングでもう最悪なエンディングなんですけど、とりあえず皆さん自信を持たなくてもいい。別にもうなんか一旦携帯置いて、解決策出た。2016年の自分たちを見習おうということで、はい、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。